AI エージェントを学ぶのに12回。長すぎ。今日は5分で速攻クリアします。これはラーンクローダーコドオープンソースの12回カリキュラム。ゼロから自分だけの AI チームを作るまで。タイマースタート3、2、1、5。第1回と第2回、エージェントループとツール使用。AI エージェントって何？超優秀なインターンを雇ったと想像してください。毎日の仕事はホワイルループ、指示を読む、タスクを実行、結果を報告。完了するまで繰り返し。でもループだけじゃ足りないインターンには道具が必要です。ツール仕様とは、電話、ノート PC、ファイルキャビネットの鍵を渡すこと。道具のないエージェントは空想しかできないインターンです。この革新を覚えてください。エージェントループプラスツール。これが全ての土台です。第3回トドライト。計画のないエージェントは頭のないハエです。解決策。インターンにトドリストを渡す。一つずつチェックして次に何をすべきか忘れない。これが AI の構造化思考。第4回サブエージェント。一人邪魔わらない。もっとインターンを雇え。各サブエージェントは自分の綺麗なデスクを持ち、互いに干渉しない。コンテキスト分離です。マネージャーがタスクを割り振り、各自が作業して報告。第5回スキルズ。全部ゼロから学ぶな。インターンにマニュアルを渡す。デプロイ方法。マニュアルを見る。テストの書き方。マニュアルを見る。レイジーローディング。必要な時だけ読み込む。第6回コンテキストコンパクト。インターンのノートがいっぱい。金魚の記憶修復術。古いメモを要約に圧縮して新しい情報の余地を作る。 AI のコンテキストウィンドウは有限。圧縮は生存スキル。第7回タスク。ゲーム途中で停電。セーブなしなら全部やり直し。タスクは AI の RPG セーブシステム。タスク状態をファイルに書き込み切断しても再開できる。タスク間には依存関係もある。テックツリーのように基礎を解放してから上級へ。第8回バックグラウンドタスク。メインキャラで戦いながらサブキャラをレベリングしたことは。バックグラウンドタスクはまさにそれ。遅いタスクを裏で回すテスト、 API 応答待ち、メインスレッドは考え続ける。ここまでで AI インターンはメモを取りセーブしマルチタスクもできるように。次はチーム戦です。第9回エージェントチーム。ソロダンジョンからギルドレードへ。複数のエージェントがチームを組み実務メールボックスで通信。各メンバーに専門があるフロントエンド、バックエンド、テスト担当。第10回チームプロトコル。ギルドにはルールが必要。でないとみんなバラバラに走り回るだけ。リクエストレスポンスで通信を構造化。承認ワークフローで重要な操作にはリーダーの許可が必要。ルールのないチームは混乱を生むだけ。第11回自立エージェント。最強のチームメイトは指示がいらない。自分でタスクボードを見てタスクを取り仕事を始める。タスクをボードに置くだけ。彼らが自分で引き受け自分で完了する。第12回ワークツリー分離。最後の日全員が自分のインスタンスを持ち干渉なし。ギルドメンバーそれぞれが自分のゲーム世界を持つように。 Git ワークツリーで各エージェントが独立ブランチで作業、マージ時だけ合流。完璧なパラレルワールド。タイマーストップ速攻クリア。5分で4つのフェーズを駆け抜けました。基本ループ、計画能力、永続メモリー、チーム協調。何も知らないインターンから完全自立の AI 軍団へ。もっと学びたい。リンクは概要欄に。気に入ったらチャンネル登録、高評価、ベルマークをお願いします。また次回。